こんにちは。第1回タンブルウィードチャンピオンシップ第3ラウンドスパルタク対コマッチンの解説を行います。今回は後手です。初期配置としてはよくある形です。先手となる赤は最も影響力の少ないニュートラルスタックのラインの一番外側。後手となる白は最も影響力の高いニュートラルスタックのラインでない最も内側に配置されました。私は基本的には一手先に打てる赤が好きなので、スワップしました。この初期配置の場合、おおむね I15 が良さそうです。ニュートラルのラインを避けて、中央への足がかりを作ります。この手は I9 に2スタックを作ることも睨んでいます。I9 は白も2の力を持ったため、より力を貯めます。白も応戦してきました。J 点により、I9 への赤の視線は2に減りました。ここで I 点は、将来 J 点を取れると思いますが、I9 に3スタックを作られ、I7 の赤が弱点になります。I7 を取られると赤が下に固まり、かなり狭い形になるので、一旦守ります。白は O15 を狙いに来ました。ここは最も影響力の少ない場所なので、影響力の高い場所を先に確保しに行きます。I 点は同時に J 点を捉える手になるので、白は守るために O15 をキャプチャすることになります。その間に中央を厚くします。先に赤に H9 に2スタックを置かれると G9 の1スタックや J9 の1スタックが弱点になるので守ってきました。おそらくこのままだと I 点の2スタックも取られます。H 点に2スタックを置かれ I 点が取られる前に F 点に2スタックを作り陣地を確保します。この時点でなんとなく上側と左側が赤の陣地になることをイメージしていました。I15 を取りに来ました。ここは一旦足場として I13 に3スタックを作った方が良かったかもしれません。この時は上側と左側を自分の陣地にすることを優先し、壁を作ることにしました。白もそうはさせまいと、上側への道筋を作ります。上側に2スタックを作られると、取り返すのにかなりの力が必要になりますので、2スタックを作れなくしつつ、G9 の1スタックを狙います。白は、このまま G9 の1スタックを取られると、H9 の2スタックも死にますので、そうならないよう、I15 を取り、I 点の2スタックを取れるようにしました。G9 の1スタックを2スタックで取っても、将来3スタックで取り返される可能性があるため、上への視線を切りつつ、C9 の2スタックへの攻撃の土台を作ります。白も上側に陣地を確保しに来ました。先ほどの C7 は J8 の方が良かったかもです。C 列で上側に侵入されたとしても、赤 C7 と壁で2スタック分の視線があるので、取り返すことができます。E5 は J5 を狙いつつ、E 列を先に確保し左側での戦いに備える手です。右上に2スタックを作られてしまいました。I4 で J5 を狙います。白は防御のため、
H5 に置きました。これは想定していた手で H8 のニュートラルを取ります。これは H5 の1スタックと H9 の2スタックの両取りの手です。白は H9 を守りました。そのため H5 を取ります。K6 は赤が J5 を取った後で K5 とし、取り返せるようにする手です。そのため、先に J4 とし、右下へのラインを確保しつつ、3スタックで J5 を狙いに行きます。ただし、ここは白の壁が空いている間に、M11 などから侵入した方が良かったかもしれません。壁を作られつつ、I8 を狙われました。I8 はどうしても助からないため、取られた後のことを考えます。I8 が取られると I7 も取られます。よって H6 で I7 に3スタックの力が残るようにしつつ、白 J6 の視線を切るのが良さそうでした。しかし、実際の試合では I7 を3スタックに強化することを選びました。まだまだ甘いです。K5 から J4 を狙いに来ました。ここは J5 の一手です。そして壁が完成しました。右中央から下中央までは白の陣地でほぼ確定のため、左下の戦いで勝敗を決することになります。左下の戦いを始めます。まずはずっと人質だった G9 を取ります。壁が伸びてきました。G9 を守るため H9 を取りましたが、この場所はもはや重要でないため、F9 や E9 で左下を厚くした方が良かったかもです。I8 が取られました。このまま上側まで侵入されるとボロ負けのため、穴を塞ぎます。そしてまたもや侵入です。上側を狙いつつ、左下にも効いている厳しい手です。壁を塞ぎます。一手遅れている感が否めないです。J6 が狙われても大丈夫なよう、3スタックの力をためつつ、11のラインを確保してきました。右上の戦いを終わらせます。左下の戦い、再開です。まずは厄介な11のラインの視線を切ります。白は左下外側から2列目を確保しに来ました。ここが白になると勝てません。A6 の白を狙いつつ、上への視線をブロックし、さらに4列に利かす手です。E1 は凄まじい手です。E5 を狙いつつ、上側に2スタックを作る種になります。正直 E5 を取られたら全く勝てる気がしないですが、J6 が取れれば壁に穴が開きゲームを難しくすることができると思い、H4 を選択しました。
白はリードしているため、安全に壁を補強しました。イワンを回収します。壁がどんどん伸びてきます。この手は同時に G11 も狙っています。防御のため F11。苦しい。白は壁を強化します。ここで勝負の一手、左下の一番外側の列はまだ白がないので、ワンスタックでも置けます。C9 を狙いつつ、将来 E11 を取ることを見据えた手です。C9 を守ってきました。さらにこの手は、上側への視線にもなるため、厳しい手です。A6 を取り、D6 に2スタックができるのを防ぎました。ただ、このタイミングで E12 などに置いた方が良かったかもしれません。白は D9 を守ってきました。上への視線を切るか、さらに悩みます。結局、上への視線を切るため、D3 を選択。F12 で壁ができてしまいました。これで外側にワンスタックを置くことができなくなりました。20は G12 とされた時に F11 を守れるようにするための一手です。ただ、D7 などの方が良かったかもしれません。壁が硬い。そして遅れながら B7 を取ります。白は D9 を守ります。D8 で D9 をさらに攻めます。H12 で G11 を狙ってきました。G11 の強化と対応してしまいましたが、ここは D9 が正解です。その後 D10 に3スタックが作れれば、壁を壊せて勝てた可能性があります。壁が完全に塞がったので、もう勝てません。このまま終局まで流します。83対86で相手の勝ちです。いろいろ見落としもあって反省点が多い試合でしたが、とても勉強になりました。タンブルウィードの強豪とここまで戦えたことは、今後の自信につながりました。ここまでご視聴ありがとうございました。